たせだな。アラスカ・フォックス諸島沖のことをシャドウ・モセス島にある核兵器廃棄所フォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパー局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること。そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。で、潜入潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に最接近後、潜水艇を破棄。あとは泳ぎだ。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド。かつて君が所属し、私が指揮を執ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとかな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイオクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイゴン。拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット。そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークだ。リキッドスネー君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。ク。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達。非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。
在兵を落とした。こちらスネーク。大佐、聞こえるか？良好だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。自掌骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。分かった。作戦に入る。スネーク、そこに地上に登るための昇降機がある。昇降機が降りてくるまで待つしかないぞ。どこかに身を隠すんだ。
こちらスネーク。地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して。低体温症を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる。感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよ、スネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど。安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F16 が2機華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。インド D。 大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。もう時間がないんだ。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ？ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・リンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ。伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね。こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の交点がスネーク、あなたよ。赤い交点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。スネーク、気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の交点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった。寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入データの記録も私が担当してるの。セーブしたい時は私に連絡してね。周波数は 140.96。整備用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね。君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。潜入するとすればまず正面の扉。一番の近道だが敵に見つかる可能性が高そうだな。ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に
保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ。2階にもダクトがあるはずだ。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。監視カメラ。監視カメラに注意しろ。チャフを使えば一定時間電波妨害が可能だ。何の音だ。気のせい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 だ。基地の運営には換気が欠かせない。汚れた空気を捨て新鮮な空気を取り入れるための排気口があるはずだ。それと膨大な電力を消費するためディーゼル発電機などを備えている可能性もある。発電には空気を消費する給排気口が必要だ。さらに信じられんことだが陽動作戦に使った F16 が撃墜された。ハインド D にな。リキッドから我々に連絡が入った。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射するとな。スネーク、潜入を急げ。もうじきハインドがヘリポートに帰還するぞ。
ソーコムピストルの運び込みは？ああ、終わった。だが問題がある。なんだ？扉のセキュリティが壊れていた。じゃあ扉は開きっぱなしか。2階のどこだ？東側の部屋。ボスに見つかる前に直しておかないと。ごめんなさい。ソリトンレーダーは狭い空間では使えないの。音響共鳴が激しい場所では電波が複装して地形データが解析できなくなるからなんだけど、広い場所に出るまで我慢してね。中国にはね、ヒップの言う一人に適する一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。スネークはたった一人で敵の中に潜入してるんだから、やたらと戦闘を仕掛けたりしないで慎重に行動してね。分かってる。ことわざに詳しいみたいだな、君は。私、生まれも育ちもアメリカだけど国籍は中国広東省なの。母国の文化には興味があっていろいろ勉強したわ。これからもいろいろなことわざ教えてあげるね。そりゃありがたい。だがそれよりも君のことをもっと知りたいな、俺は。そのうちね。Looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy.